じゃあ今月もよろしくお願いします。なんか変化でもあったんですか？何がですか？いや、今回の原稿なんですけど。いや、前回ちょっと文体変えて、読んだ人からちょっと変わったねなんて連絡が来て、来るでしょうね。あれは何書いてもらったのとか。ゴースト疑惑。そうだよって言っときましたよ。いや、それで困るんですよ。桜井孝弘ゴースト疑惑が来てもおかしくないような変化だったと思うんですよ、前回は。その前回も、この外伝で何かあったんですかって川戸さんに言われたじゃないですか。で、その時は飽きたとかって答えたんですけど、なんか他に理由ないかなと思って探ったら、一個あって、その、今まで書いてきたこの形にこういう文体になる前の段階で書いてた時に、その月のお題で書いている最中に違うことを思いついたりするんですよね。あ、これでもちょっと面白く書けるかなとか、その種みたいなのがポッと自分の中に現れて、でもどう書いたらこの文字数になるんだろうかって、どう花開くんだろうかなんて思うと、まだこれちょっと無理だなと思って、横にちょっとこう置いといた種たちがあるんですね。それを書き始めたんですよ、私。ああ、そういうことなんだ。2週目ってことですか？そう。で、前回のフリークも、去年ぐらいにちょっと思いついたものを横に弾いといて、これちょっと書いてみようかなって思って手つけて、で、今回のこのガリも、その横に避けといた。そういうのがいくつかあるんですよ。今回だからそのワードファイルのもうタイトルがガリで。もうガリかなと思ってガリ。いや、面白いんですよ。だからそのガリという言葉を巡るエッセイと言ってもいいと思うんですけど、これ、まあ、一番最初にちょっとこう、原稿のやりとりで僕ツッコミを入れたんですけど、不機嫌に布団を蹴っ飛ばして、これよくあるんですか？割とこう、みたいなことを。いや、だからそのまんま子供かって言いましたけど、ありますそんなこと。どの程度なんですか？まあ、起きるともうすでに暑いんで、ちょっとこう、いぎたない状態なんですよ。もうすでにこう、ちょっとこう、寝ながらもこう、布団をこう、暑くて避けたんだなっていう状態で。でもまだこう、足とかにかかってたりすると、それであっちいなって起きて、その足のかかってる布団を見て、みたいな。ちょっと怒ってる。不満。で、からの寝巻きのまま外に出る。ゴミをわけじゃないですか。寝巻きのまま外に出ます？寝巻き言うても、その、なんていうんですかね。寝巻き言うて。パジャマ代わりに使ってるスウェット、バイ無印良品なんですけど、それで出て。さすがに外はまだちょっと小寒いけど気持ちいいね。みたいな。飲みをそこはちょいちょい不満が出てくるんですね。いや、だからこれね、本当にずっとこの放送も含めて追いかけてくださってる読者さんは、結構興味深いんじゃないのかと、この2回の変化というのは。つまりその横に置いてあった種なわけですよね。そうです。が、まあ芽吹くんですよ。で、その、確かに、ちょっと長くなっちゃいますけど、1週目で出てた桜井さんのエッセンスみたいなものは、ここにあるんですよね。テーマとか。あるんですけど、語り口が違うと、ここまで印象が変わるのかっていう感動に近いもの。そこまで？だから面白いなと思ったのは、今の世の中、何に対しても過剰すぎるんじゃなかろうか、やりすぎだと思うことが多いっていう一文がありまして、これ、別に連載タイトル変わったわけじゃないですけど、ロールプレイングメガネの初期に、こういうことが書かれていたら、なんかちょっと、おっさんの積極臭いなっていう感じがしてたのが、このトーンになってこういうのが入ってくると、すごく自然に伝わってくるんですよ。でもやっぱなんかこう不満なんですよね。基本は、そんなにこうプンプンとか、なんかお筋立てるような怒りではなく、って、もんもんみたいな。それぐらいの不平不満。このトーンにしたら確かに書きやすくはなりましたね、その辺の。今までのスタイルだと出てこなかっ
た、感じ。ちょっと楽にはなったかもしれないですね。あ、なるほどね。まだでもそこまであんまり言い切らない方がいいかもしれない。まあ。じゃあ別にこのスタイルっていうのは自分なりにこうやりづらいとか。そうですね。それはなくて、ただ、これでいいのかなと思っていて。いや、すごいと思う。本当ですか。テーマというか、そのガリっていうものが一個ありながら、でもう一個こう、僕はね、非常にこう興味をそそられたのは、孤独のグルメ的なことをやってるんですか？思いついちゃって、幼児山本のファッションショーに出てた松重さんを見たときに、なんてかっこいいんだと思ったの。すごいいいなって。来世は松重豊ってそのまま書かれてそうですね。来世は松重豊で、これ麻婆豆腐を食べに行かれるじゃないですか、井の頭五郎よろしく。これどっちが先？これは松重豊さんが出てきて、で、そのお腹減ったが来たんで、初めの原稿で腹減ったって書こうかと思ったんですけど、それはさすがに。そうですね。丸パク。そうですね。そういう風に、流れ作れたら、読みやすいかなと。いや、多分ここまで明かす動画ってなかなかないと思うんですよ。そうですか。いや。孤独のグルメも好きなの。そうですか。ああいうなんか一人飯とかするんですか？あれはすごくデザインされてるじゃないですか。そうですね。私の場合は、もうその味とかっていうよりは、何かこう、フィーリングで、それこそ、麻婆豆腐が食べたいとか、その品物の時もあれば、もう今日は大戸屋だなとかっていう時もあったりとかして、あんなにさすらうように食を追い求めてはいないんですけど、ただ、やっぱああいう町中華みたいなとこって、結構面白いじゃないですか。異様に張り紙がされていて、で、最終的にその町中華で一番美味しいのがオムライスとかだったりすると、なんて言うんでしょう。こう、蕎麦屋のカレーがうまいみたいな、本来の道筋からちょっと脇道にあるようなものが美味しかったりするっていうのに、何かこうちょっと、昭和感があるというか、そのノスタルジックもちょっと乗ってるんですよね。なんとなくその時間をこう楽しもうじゃないですかね。で、そこに出てくるこの中華鍋の音ですよ。お玉が勝ち合う音。カチャちょっと読んでますなんかこう、カチャンカチャンカポンカポンみたいな。ねえ、しますよね。カポンカポンって、どのタイミングの音なんだろう。いや、本当にそうなんですよね。こっちなんですかね、その、こう、鍋に対してお玉の丸いところが当たってるのか。当たってるんですかね。なんせ早いので手さばきが。ですよね。でも、打楽器のように。いや見事な音がするんですよね。ですよ。あれが美味しそうなんですよね。いや、なんか、活字書かれてるのを初めて見て、確かにこういう音するなっていう。そういうこう、ちょっとした冒険みたいなものが、すごくこう、楽しく綴られているので、で、そのさっき言ったその音感であったりとか、あとその、ガリですよね。つまり厚ガリとかね。辛ガリとか、そういうその、いろんな切り口で楽しませてくれるので、すごくこう、いいエッセイだなという。いいエッセイだな。いいエッセイだな。なんか、なんか出てますね。シンプルな言葉って響きますよね。で、すっかり忘れました。これはどこを切り抜こうかなと思って、でもあんまりややこしい書けないんで、ラストシーンも。これね。余白をね、お楽しみいただけ、ちょっと白く燃え尽きてる感じなんですけど。一応これ帰りの電車ですね。そうですね。もうこれはもう、しっかりオチをつけて。これは実際験なんですよね。そうです。麻婆豆腐ね、辛い麻婆豆腐。でもわかんないですよ。なんかその、桜井さんが猫舌なだけで、僕が食べに行ったらそうでもない可能性も。なぜ辛がりの。辛がりだし、痛がりでもあるので。痛がりでもあるんですか？そうなんですよ。
暑がり、空がり、痛がり。そうですよ。これはまあ、お家なんでね、ぜひ読んでいただきたいところではあるんですけれども、非常にリアリティのある表情で。そうですね。この人いたら嫌ですね。電車の中で嫌ですよね。不安になりません？いや、本当ですよ。それは席譲ろうと思いますよね。思いますし、もしくは別の車両に行こうと思いますよね。この、あれですか、お題なしスタイルみたいなのって、結構いけそうな感じなんですか？ちょっと避けておいた、思いついたタイミングでおそらくこれ書ききれないなって思っているものが、まだ割とあるんですよ。なので、そっちをどんどん着手していこうかななんていうふうに思っているので、お題なしでもまあいけますね。いや、いい意味で読み捨てられるエッセイというか、軽快に読んで、それこそ、中華屋に行って雑誌が置いてあって、こう読むじゃないですか。ああいう感じの温度感っていうか、すごい僕は好きですね。本当ですか。ありがとうございます。続けていっていただいて。次回は今2つ3つどれにしようかなと思って、なんか差し支えない範囲でヒントを簡単にタイトルを言うと、感動したのはっていうタイトルで今書いてるのと、男と真珠っていうタイトルと、男と真珠下ネタですか？やめてください、それ書き出し俺書いてるんで、いやらしい意味ではありませんって書いてあるんで。これ分かんないでしょ。せっかくの書き出しは。まあ、そのまま書きますけど。転ぶことの恐怖。3つ目。その3つを今、他にもあるんですけど、ちょっとかけてる、パーッとかけてるのはそのあたりなんですけど。まあ、そのタイトル通りの内容になるか、まあ、まだ書き切ってからですが。あえて YouTube で言うのかって話ですね。エッセイストとしての片鱗が、だからザクライの頃にやろうとしてたと思うんですよ。でも、今回も構成いただいた時に書いてあったじゃないですか。そうかもしれない。それが多分ね、追いついてきたんかもしれないと思うんですよね。早かった。20年近く越しに。早かった。っていうのが、いやだからどんどんやられたらいいと思うんですね。ちょっとチャレンジしてみます。で、また次回。